皆様こんにちは、セリナです。今回はコスメデコルテの新作リップルージュデコルテティント&プランプ全3色をレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ついにコスメデコルテからも落ちないツヤリップが登場ということで、新作リップの塗り心地や質感、仕上がり、香りについて、そして今回登場した全3色のカラーの違いについてはもちろん、ティッシュへの色移りと飲食後の色持ちについてもご紹介していきます。動画の最後ではデパコスの落ちないツヤリップの代表、RMK のデューイーメルトリップカラーとの質感や色持ち比較も行っておりますので、少しでもリップ選びの参考になれば嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた2026年春コスメのレビュー動画もアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。コスメデコルテ、ルージュデコルテティント&プランプ全3色。蛍光発色せず自分だけの血色感に染まる。口づけの余韻のようなほんのり蒸気した彩りで上品に艶めくボリュームティント。唇の pH や水分量に反応して蒸気したように自分だけの色にほんのり染め上げ、時間が経っても美しいつけたての仕上がりが持続します。透明感のあるグリーンフローラルの香り。01マイキューピッドはピュアな血色感を宿らせるペールピンク。02ライプストロベリーは完熟イチゴのように芳醇なダスティーピンク。03ヘーゼルピーチは桃がとろりと溶けたようなコーラルピンク。まずはこちらのリップの塗り心地や質感をご紹介していきます。水分たっぷりのみずみずしく軽やかな塗り心地なので、唇の乾燥や顔向けが気になる時にも塗りやすく、塗った後もベタつき感がなく、とても過ごしやすいです。まずは01から唇の上にのせるとこんな感じです。唇の水分量に反応して色づいたり、プランプ効果もあるので、見た目のイメージよりも結構しっかり鮮やかなピンクを楽しめるなと思いました。軽やかでみずみずしい塗り心地と同様、厚膜感がなく、唇全体をカラーで覆うというわけではないですが、塗った直後から唇を染め上げるように発色するので、手元で見るよりも唇の上に乗せた方が発色の良さや鮮やかさを楽しめるような印象です。かなりみずみずしくて軽やかで、ベタつきや粘土は一切感じないので、ベタつかないツヤリップをお探しの方にも使いやすいんじゃないかなと思います。ランプ効果と清涼感については、塗ってから3分ほど経つと唇全体がスースーしてきて、結構しっかりめに清涼感を楽しめます。ピリつく感じはしないですが、スースーする感じが苦手な方には少しだけ注意が必要かもしれません。だいたい30分くらい経つと清涼感は収まる印象です。そしてこの清涼感に伴って唇の内側がぷっくりしてくる感じがするので、プランプアップ効果も結構期待できるタイプだなと感じました。01はクリアで自然な印象を保ちつつ、明るさと鮮やかさを両立してくれるので、いろいろなシーンやメイクに使いやすいですが、物足りなさを感じることもなく大活躍してくれそうです。続いて02を塗っていきます。唇の上にのせるとこんな感じです。02はかなり鮮やかで程よい落ち着き感のあるほんのり青みを感じるピンクレッドに発色しました。やはりこちらも唇の上にのせた方が発色をしっかり楽しめる感じがします。レッドだと強い印象になりすぎるけれど、淡いピンクだと物足りないという時にすごく使いやすそうです。このカラー特に人気になりそうですね。続いてはコーラル系の03です。03、唇の上にのせるとこんな感じです。03はコーラルピンクとのことですが、元々の色味自体がそこまで黄身に寄りすぎていないのと、唇の上にのせると血色感と相まって若干黄身を感じるレッド系に近い印象に発色しました。こちらもかなり鮮やかなので
顔色をパッと明るく華やかな印象に見せてくれるカラーです。コスメデコルテらしい黄身のニュアンスがとても可愛いです。全3色を比較するとこんな感じです。唇の pH や水分量に応じて色味が変わるとのことですが、個人的には手元で見るよりも唇の上にのせた方が鮮やかさや発色の良さをしっかり楽しめるリップだなと感じました。かなりみずみずしく負担感のないつけ心地なのに、ここまでしっかりした発色の良さを楽しめるのはすごくいいなと思います。香りについては公式サイトに透明感のあるグリーンフローラルの香りという記載がありますが、かなり弱めで若干フローラルを感じるかな程度なので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいかなと思います。ピリピリしない程度に結構しっかりめの清涼感をお求めの方、唇自体の血色感をアップさせたい方、強いプランプ効果で唇をふっくら見せたい方、みずみずしくて軽やかな負担感のないつけ心地がお好みの方、そして鮮やかめで高発色なカラーのリップをお探しの方に使いやすいかなと思います。では、ここからはこちらのリップの色移りや色持ちについて見ていきたいと思います。今回は全3色の中でも特に色味が一番はっきりしていると感じた02を使って試してみたいと思います。まずはティッシュへの色移りについてです。唇全体に塗ってある状態なのでティッシュオフをしてみます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。高発色で鮮やか、そしてツヤ質感のリップの中ではかなり色移りは控えめな方だなと思います。ティッシュオフ後の唇への色残りもこんな感じで、塗りたてとほぼ違いを感じないくらいしっかりカラーが残っているのと、ツヤもきちんと保ってくれています。やはりティントタイプなのはもちろん強い清涼感で元の唇の血色感もアップしているので色残りもいいのかなと思います。では飲食しながら4時間ほど過ごしてみて唇への色残りを見ていきます。一度唇全体に塗った後にティッシュオフをしている状態なので、さらに上から塗り重ねて2度塗りの状態で色持ちを見ていきます。はい、4時間ほど飲食しながら過ごした後の色持ちはこんな感じです。塗りたてと比較をするとツヤが落ち着いて唇の内側が若干薄まっている感じはしますが、全体的にしっかり色味が残っていてかなり色持ちがいいリップだなと思いました。しっかり唇に色が定着している感じがするのと、時間が経ってもくすまずに鮮やかなカラーをそのまま保ってくれるところがすごく優秀です。比較をするとこんな感じです。かなり色持ちがいいのがわかりやすいと思います。飲食をしているうちに表面のリップがオフされるとツヤ感と保湿感が弱まって塗りたての保湿感がずっと続くというわけではないですが、ティントタイプの中ではパサパサに乾燥してしまったり顔向けする感じも気にならないのでかなり使いやすいかなと思います。そして飲食をする前に軽くティッシュオフをしておくとカップや食器への色移りもほぼ気にならなかったので、この鮮やかさで色持ちはもちろん色移りも気にならないというのはすごく優秀だなと思いました。そしてクレンジングでオフした後の唇もこんな感じで、色味自体はしっかりオフされていますが、唇の血色感がアップしているのと、強いプランプ効果でふっくら感が持続してくれています。塗っている間のふっくらとした印象はもちろんですが、落とした後も長時間プランプ効果が持続しているのがすごいなと思います。それでは最後にコスメデコルテの新作リップとデパコスの落ちないリップの代名詞RMK デューイーメルトリップカラーの塗り心地や色持ちを比較してみたいと思います。まずは塗り心地についてです。どちらもみずみずしくて軽やかで、比較をすると RMK はよりみずみずしく、コスメデコルテはみずみずしさの中に程よい密着感があります。カラーバリエーションは RMK は既存色全13色、コスメデコルテは全3色です。RMK はくすみ系、黄身系のカラーが多い傾向。コスメデコルテは唇の水分量によって発色は異なりますが、鮮やかで高発色なカラーが揃っています。そしてどちらもみずみずしいツヤリップですが、ティッシュへの色移りは最小限です。だいたい同じくらい気にならないので、飲食前は軽くティッシュオフをしておくと、カップや食器への色移りも比較的気にせずに楽しめます。そして飲食後の色持ちはこんな感じです。どちらも同じくらい色持ちが良く、
デパコスの落ちないリップの中ではかなり上位に入ってくるんじゃないかなと思います。細かく比較すると RMK は時間が経っても唇の上にカラーが残っていて均一に色味が残る印象。コスメデコルテは唇に色味が定着して唇自体が色づいている感じがします。時間が経った後の質感については RMK の方が保湿感が残るイメージです。コスメデコルテの新作リップは RMK のデュイメルトリップカラーと比較をしてもかなり優秀なので、ツヤ質感で落ちないリップを探しているという方にはぜひ一度お試しいただきたいアイテムです。塗り心地や仕上がりイメージ、色移りや色持ちについては結構似ていると感じましたが、より軽やかな塗り心地やみずみずしい保湿感を持続させたい方、清涼感やプランプアップ効果がなく無香料タイプで癖がなく使いやすい落ちないリップをお探しの方は RMK がおすすめ。高発色でくすまない鮮やかなカラーをお探しの方、清涼感とプランプアップ効果で唇自体の血色感とボリューム感をアップさせたい方はコスメデコルテが使いやすいかなと思います。はい、ではこんな感じでコスメデコルテの新作リップ、ルージュデコルテティント&プランプを全色レビューしていきました。想像していた以上に色持ちが良くて、色移りも比較的気にならなく、個人的には鮮やかでくすまないカラーのところがすごくいいなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。